こんにちは、 TDC ラボです。前回 IKEA のラックを使った植物棚の作成と無印良品を使った書類棚の整理を行いました。今回はその詳細スペックや設定の裏側を徹底解説していきます。それでは行ってみましょう。まずは植物ラックから。前回も紹介しましたが、ベースは IKEA のラックです。最上段は植物の高さに干渉してしまうため、あえて撤去して使っています。ここで前回に続きもう一度注意点をお伝えします。このラック、下段から上段にかけて棚板の面積が小さくなるんです。ネットの商品ページには最下段の大きさしか載っていなくて、僕はヒートマットがジャストフィットだと思って買ったんですが、実際に上段に敷くと少しはみ出しちゃいました。なので実際の棚の広さをメジャーで測って記載しておきますので、これから購入を検討している方は参考にしてください。よかったらスクショも撮ってくださいね。さて、ここからが本題です。植物に必要な温度、光、風、これらはすべてスイッチボットで一括管理しています。まず書斎全体は Hub2 で管理しているんですが、今回アプリ内で観葉植物ラックというルームを新たに作成しました。これで書斎の中でも植物エリアだけを別に管理できます。まず温度管理。ブリムさんのヒートマットを使っています。こちらはセンサーを鉢に挿すことで一定温度を保ってくれる優れもの。電源が切れても設定温度を記録してくれる保険付きです。ただ、外気温の影響で設定温度より5度から7度くらい下回るのが実情です。このヒートマットをスイッチボットのスマートミニプラグと防水温湿度計に連携させました。設定はこうです。ラック内の温度が22度以上で電源オフ、12度以下で電源オン。これで冷えすぎず温めすぎない環境を作りました。今年の冬は寒すぎて常に10度から15度なので実質つけっぱなしなんですけどね。ここでHub2に温度計ついているから別に防水温湿度計いらなくねと思ったあなた、僕と同志です。僕も初めは防水温湿度計いらんかなと思っていたんですが、今年の寒波到来時、Hub2を置いているデスク周りと植物エリアの温度が3度ぐらい差があったんですよね。これは植物にとって結構大きいと僕は思っているので導入して正解でした。より細かく温度管理ができているんだなと自己満足しております。そこまでこだわらないよという方はどちらか一方だけでもいいと思います。次に光です。最初はブリムのスポットライトをダクトレールに吊るしていました。めっちゃかっこええやんと思ってたんですが、高さ調節ができず、植物ごとの光量調整が難しいことが判明。よくよく見るとハリボテのようにくっつけただけなので、見た目も逆にかっこ悪くなってしまいました。そこで TLEC デックのクランプ式スイングアームライトを導入しました。これなら縦横無尽に動かせるので光量問題も解決です。ちなみに熱がこもらないようにあえて傘は外して武骨に使っています。ここもスマートプラグで管理していて、現在は1日8時間照射でスケジュールを組んでいます。様子を見ながら少しずつ照射時間を増やしていこうかなと計画中です。最後に風です。リビングで使用していたスイッチボットのサーキュレーターを子供たちの餌食から回避させるべく、書斎に避難させて使っています。基本は赤ちゃんモードで回しっぱなしです。ただし寒波の時に冷風を当て続けるのは怖いので、ここでも温湿度計と連携させています。12度以下になったらオフ、13度以上になったらオン。これで植物周りの温度を一層細かく管理しております。いかがでしょうか。温度、光、風、すべてアプリで見れるので、外出先でもスマホや Apple Watch を覗くだけで一安心。ヒートマットは賛否両論あると聞きますが、植物歴4ヶ月の僕はとにかく一度使ってみようと思って導入しています。結果としてこの寒波でもガジュマルなんかは新芽を出すほど元気に育っております。体内時計は狂っているかもしれませんが、とにかく元気に健康に育ってさえくれれば良いのでよしとします。今後は各棚板にパネルライトやヒートマットを設置して、強い光量が必要なアガベやグラキリスをスポット型のライトがある上段に置いたり、下段では未生株を育てたりと、棚板ごとに分けて育成していきたいです。続いては書類棚の解説です。
ベースは無印良品のパインユニットシェルフに同じく無印良品のポリプロプレン収納ケースを合わせています。同じメーカーなので何も考えなくてもジャストフィット。置くだけでオシャンティーです。地べたに置いていたプリンターとツールボックスもこちらに収納。工夫したのはこのファイルボックスの使い分けルールです。中身はすべてクリアファイルでそれぞれ種類分けしています。まず部屋の入り口に近い右側。ここには領収書や1週間以内に目を通すべき書類を入れています。対して左側は契約者説明書など月1あるいは年1で確認する長期保存用の書類です。そしてこのどちらにも当てはまらない書類は廃棄。このシンプルなルールを決めただけで無駄な書類が劇的に減りました。特に領収書なんかは帰宅したら右のボックスにポイッと入れるだけ。とりあえずここに入れれば OK という安心感が帰宅後のプチストレスを消してくれるんです。こういうほんのちょっとした日々の積み重ねが生活にじわじわ効いてくるんですよね。他の引き出しはというと、今後の課題です。最後にごちゃつく電源タップ周り。ここは安価な可変式マガジンラックに好きな雑誌を立てて物理的に隠蔽しています。サイズ調整もできておすすめです。IKEA のシェルフは雑貨を並べると意外とスタイリッシュになるんですよね。眠っていた任天堂スイッチやカメラのジンバル、そして子供たちから避難させてきた婚約指輪のデザイン画とクマのぬいぐるみ。ファンシーすぎて置き場所に困っていたんですが、ラックのクールさと中和されていい感じに馴染んでくれました。いかがでしたか？今回の植物ラックと書類整理、皆さんの参考になれば幸いです。このチャンネルではガジェットや DIY、試行錯誤を繰り返して自分と家族が楽しく快適に暮らせる様子を発信していきます。皆さんの日々の生活にちょっと参考になったよという方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。バイバーイ。